はい、どうもどうも、帰ってきました。いやー、ちなみにですね、ホテルで、あの長時間起きてたじゃないですか。で、あのまあ12時ぐらいに寝たんですけど、喋りすぎて、喉やられて、ずっと喉痛かったっすわ。その後。しかもなんかあれなんだろう。ハウスダストかなんかわかんないけど、ずっとくしゃみとか、鼻水とか出て、何これみたいな。喉痛いし、風邪ひいたんかなとか思ったけど、熱ねえしな、みたいな。って感じで。まあでも体調は悪くなかったんですけどね。体調は全然悪くなかったんですけど、なんかでも。まあ乾燥してるっていうのもあるね。なんかありましたっけ？なんか何を聞きたいですか？まあ、ラグはね、あったね。うん。なんかね、トレモの時とかは全然感じなかったんだけど、いざ始まったら、あら結構あるなって感じだったね。DQ？ DQ。なんかね、そう、大会の運営が全然やっぱ慣れてなくて、なんて言えばいいんだろうな、あれ、この状況。なんか、試合する選手以外は、その、まあ配信とかでも見てたんだよね。モケとか時々配信見てたと思うんだけど、なんかそういう対戦できるエリアがあって、試合しないやつはそのエリアから出ていけみたいな状況だったのよ。で、その試合をする基準っていうのが、まあそれもなんかみんなちゃんと把握してなかったんだけど、スタート GG で黄色になる。まあ大会出たことある人ならわかると思うんだけど、試合が開始されると黄色になるんよね。でそれを運営がやってるもんだから、まあ、そこの黄色になったら、自分で申告しに来て、入り口のところ行って、僕黄色なんで、試合したいです、みたいな感じで申告して、その対戦エリアに入っていくんだけど、まずそれが死ぬほど効率悪いなっていう話なんだけど、まあまあとにかくそれが途中から分かったんだけど、で、何度か、いや、俺1回戦っていうかまあシードだったから、シードだけど行っていいっつったら、いや、まだ試合じゃないから入っちゃダメって言われて、で、まあ10分後、10分後みたいな言われて、で、もう一回行ったら、いや、10分後みたいな。いつ始まるのかなとか思ってて、ずーっと待ってて、まあどうせ DQ なんだろうなと、1回戦。思ってたんだけど、まあ案の定 DQ だったんだけどね。1回戦は相手っていうかその、俺が戦う前の組み合わせは、どうせ DQ だからこんな長引いてんだろうなと思って。で、実際 DQ で。だったんだけど、なんか俺じゃあいつ呼ばれるのかなとか、いつ俺の番なのかなとか思いながら待ってたら、その DQ の報告を受けて、いや、不思議と思って。で、まあ行って、違うよっつって DQ 取り消してもらって。で、試合して、で、また戻って、また DQ とか言われてたから、俺ここずっといようと思って、なんか入りっぱに立ったのよ、その場所に。で、15分とか20分ぐらい待ってたんだけど、まあ、なんか全然呼ばれるあれもなくて。ただ、係の人が来て、大悟、君の相手は DQ だから2回戦突破でおめでとうみたいな。だからまたあっちに戻っててねみたいに言われて、そうなんだ、分かったっつって戻ったら、普通にそのDQ じゃなくて、2回戦の相手、ちゃんといて、うん。なんでいるじゃんみたいな。っていうことはあったね、DQ に関しては。あとで DQ が、それで初日が終わりで、その次が J ワか。J ワと戦って、実は J ワ戦は結構ギリギリの勝負だったんだけど、まあ、なんとか勝てて、で、2日目かな。不慣れ。まあそうだね。ただなんか、規模考えると、いやもう外注でよくねって思うんだけどな。ちゃんとなんか、その、CPT とかやってるところを呼んで、やればいいんじゃないかなと思うんだけどね。桃地戦。桃地戦ね、なんか、まあ、てかそもそもサウジって、フードと根本は結構やってたんだよね。だから、江戸戦とベガ戦はかなりやれてて、そう。で、結構なんか、特に江戸戦はかなり良くなっていってて、フードからもお墨付きをいただくぐらい、厳しいフードさんからお墨付きいただいて、で、しかも2人負けてたから、じゃあ、ちょっと、まあ、我々はもう負けたんで、まあ、対策付き合いますわ、みたいな感じで、そう。で、結構やって、で、そうだね。まあなんか、ある程度まあこういう風な動きしてくると思いますみたいなのもあったし、あと、ワールドウォーリアーで当たってるから、まあその時の、まあ内容を加味してやったら結構それがハマったなーっていう感じだったね。そう。
でもまあ、2対1だったかな。で、フルセットまで行ったんだったかな、ちょっと覚えてないけど。うん。で、勝てて、わー、勝てたーと思って。ももちにさんに勝てたーと思って。で、最終日か。あ、でね、なんかね、その途中で当たったルークがいるんだけど、なんか英語4文字みたいな。そうそうそう。彼の評価がみんなめちゃくちゃ高くて、シュートとか、ネモとか、で、なんかレシャーも話したんだけど、いや、ルークはめちゃめちゃ強いですみたいな。僕はルークがルークで一番強いと思いますぐらいのことを言ってて、そうなんだみたいな。うん。で、なんか俺前の日、なんか対戦できる場所みたいなあるんだけど、全部 PC 何台あるんだろうな、あそこ。PC20 台ぐらいあるのかな、もっとあるかもしれないけど、っていう場所で、まあみんなで対戦会みたいなのしてた時に、その人と結構対戦したんだけど、なんか結構いけたのよね。みんながめちゃくちゃ強いみたいに言ってるから、いや、まあ、うまいはうまいんだけど、なんかそんなに俺はなんか困んなかったよ。その練習の時からね。うん、そんなに、まあ、みたいな。で、本番もまあ割と、まあそんな感じの内容で勝てて。まあ相性がいいのかな、まあ、あの人にはそんな困んなかったかな。そう。っていう感じでしたかね。でもなんかすごい、まあ結果から言うとダメだったんですけど、まあ5位で終わったのか。けど、自分としてはまあ大満足な成果を得られたなというか、まあそもそも5位っていうのがなかったし、トーナメントで。あとは結構なんか自分の中で、成長も実感できたんで、個人的には大満足ですね。まあどうせ本戦行っても、まあ知れてるんで、現時点で言ってもさ、と思ってるからね。だったらなんか日本で練習できるし、まあって感じだった。レシャーはね、もちろんすごいうまかったけど、ちょっとね、100機絡みの対処は、あれはね、まあ、ぶっちゃけ運なんですよ。運ゲーなんですよ、あそこ。まあ、で運ゲー仕掛けてるんで、こっちが。仕方ないんですけど、ちょっと、まあ、悪い目が結構出ちゃったかなっていう感じだったね。100機台 P に、100機台 P ってか、大100機 P に昇竜が出てる場面は、こっちが100キロ回りしてたら、絶対あれは昇竜空振るから、結構そこはね、まあなんか残念な結果が出たなっていう感じだったね。ヘドに下がってた印象だったけど、下がる方がいいんですか？そう、下がった方がいいかなっていうか、まあそもそも地上戦は不利なんで、で、100機種と波動拳と、まあ、ラッシュみたいな、とかノーマルジャンプとかっていう感じで、合気側に選択肢が多い方がいいかなっていうことで下がってる。ももちに勝ってるんだからいける。でもね、ちょっと、俺、レシャーとももちとフードと、まあ、3人、ちょっと、立川さんの名前を今出さなかったな。立川さんはもちろん、まあでも彼は M なんであれなんですけど、その3人はね、マジで甲をつけがたいなっていうか、と思う。組み合わせによっては、この人のが上手いとか、まあ、こういうところはこの人のが上手いなとか、はあると思う。それぞれ違うし、それぞれいいみたいな感じだね。その3人が本当に現時点では、甲をつけがたいというか、強いと。その3人が、まあ強いと思うな。優勝予想。まあ有力候補は、アングリー、ビッグ、パンクかな。そのトナメ表見てないけどね。トナメ表見ずに言ってるけど、実力的には、俺はその3人がやっぱり、一歩先を行ってると思うけど、日本人で上に行けそうなのは誰がいたっけ ?11 人ぐらいいるよね。確か。かけるか。かけるとか、まあガチ君とかは、行ってもおかしくないと思う。全然。光るはかなり行きそうだね。確かにな光る行きそう。そうね。まあでもちょっと海外勢に分があるなと思ってます、正直ね。ボントキ今回苦しそうだけどね。まあ時々はなんとかしそうな謎の信頼あるけど、さすがに優勝とか厳しそうだけどな、現状。
SFL が始まってから日本勢の強みだった情報局が減っちゃったとかないかしら。あるよ。絶対あると思う。それをフードさんは嘆いてますね。日本強くなきゃダメだろっていう。そう。でも本当にそれはすごい言ってるね、あいつは。で、実際ね、レベルは全体のレベル上がってるけど、日本は相対的に日本は弱くなってるっていうのは、あると思う。それは。だから、そろそろ一致団結すべきなんじゃねえかっていう